愛とあいみのゆるゆら日光。皆様こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。恩田愛でございます。今回の栃木旅はですね、前回の鬼怒川温泉と SL 大樹に続きまして日光編でございます。こちらは東武日光駅前の様子でございます。世界遺産の日光東照宮や二良山神社などもありまして、見どころがたくさんある栃木を代表する観光地でございます。早速なんですが、駅を出て右側にあります栄屋さんという揚げ湯葉まんじゅうが有名なお店がありますので寄ってみました。スーツ交通のスーツさんのサインもありますし、U字工事さんもいらっしゃってるということで食べてみようと思います。すいません、揚げ湯葉まんじゅう2つください。栄屋さんの揚げ湯葉まんじゅう、こんな感じ。あ、お塩がついてる。岩塩がついてるんだ。岩塩なんだ。どうですか？で、中があんこが入ってて美味しい。揚げたてサクサク。甘じょっぱい。甘じょっぱくて、なんかおまんじゅうの天ぷら。中はこちら。最高です。はい、こちらとっても美味しい揚げ湯葉まんじゅうでした。外はサクサク、中のあんこも甘くて岩塩がポイントになっていて美味しかったですよ。おすすめでございます。中禅寺温泉まで行くんですけれども、そこから徒歩5分くらいの華厳の滝に行きます。滝だよ。楽しみだね。何年ぶり？なんか修学旅行。そう、小学校の修学旅行で日光に来た。覚えてないよね。全く覚えてない。覚えてない。私たち栃木県の出身なんですけれども、なんか修学旅行でね行ったような気もするけれど、覚えてないなっていうお話をしていましたけれども、これから華厳の滝を見に行きます。東武日光の駅から華厳の滝までバスで行くんですけれども、約40分ぐらいかかったかなと思います。こういった大自然の中を行くんですが、有名ないろは坂をですね、くねくねと登りながら行きました。私はですね、ちょうどこの時期、花粉症がとてもひどくてですね、朝から鼻水とくしゃみとこう目がしょぼしょぼするので、もう体力を奪われてしまいまして、この辺りでは爆睡状態でございました。なので妹のあゆみさんがこの景色を、撮影していてくれました。結構な味に美味しく作っております。そうなんですね。いただきます。ありがとうございます。いただきます。柔らかいし、あったかい。作りたて。あ、そこで作ってるんですね。いただきます。華厳の滝に着きましたら、バスを降りてすぐ目の前にある宮間堂さんでおまんじゅうを買いました。いただきます。結構まんじゅう。あんこが柔らかい。で、すごく薄皮。皮が薄い。あんこがもうぎっしりです。9割あんこじゃない？美味しい。結構まんじゅう結構美味しゅうございますな。宮間堂さんの結構まんじゅう、本当に美味しかった。結構だって面白いね。こしあん。こしあん。すごいトロットロ。トロトロだね。華厳の滝名物、華厳団子。美味しそう。きのこ入りすいとんとか。賑わってるね。華厳の滝に行くの楽しみ。結構標高の高いところに華厳の滝はありまして、少し肌寒かったです。本
日の落水量は 0.3 トン。鉄道の駅員さんのようにですね、チケットを改札バサミで切り込みを入れておりました。エレベーターを降りて長い通路を進みますと、そこには華厳の滝がありました。すごいね。これはすごいわ。かっこいいね。かっこいい。なんか雄大だね。すごいね、自然の力って。あまりの滝の雄大さに言葉を失う時間でございました。そっちも見て。足がすくむ。華厳の滝、すごいかっこいい。めちゃくちゃかっこいいのと、私は少し怖いぐらい恐ろしいぐらい。周りのさ、岩もすごいかっこいい。周りの岩がすごいんだよ。この岩がどうやってできたのっていうぐらい芸術的で、愛さんの手が少し震えてる。もう怖いもんだって。滝の偉大さを目の当たりにした私たちを優しく包むのは男体山でした。次はですね、いろは坂をくねくねと下りまして、日光東照宮まで来ました。こちらは新京ですね。もうこの時時刻は16時を回っておりました。東照宮の入り口ですが、ここはなんと東京スカイツリーと同じ高さです。634メートルのところにいる。通りで寒いです。拝観の受付時間が16時30分までということで、急いで向かいました。見ざる聞かざる言わざるで有名な三猿さんにも会うことができましたよ。見ざる、言わざる、聞かざる。サルさん、のところにやっと来れました。しんどかったね。しんどかった。ただいま時刻は16時を回ったところでございます。なぜかインターネットで調べたら、東照宮の閉園時間が4時までということで、急いで来て、あと2分だよとかって言って、到着したら16時半まで受け付けているっていうことだったので、で5時までに出てくださいそうです。もう大急ぎで結構な階段とか坂道を上り上り来て、やっと久々にたどり着いた感じで、なんかちょっと感無量で、感無量です。小学生ぶりのおさらさんで、そうだよね。うわー、このさ、緻密な細工が結構すごいんだよね。感動するね。なんか色も豪華だよね。こんな立体的だったんだね。この見ざる言わざる聞かざるの三猿は、子供を悪事から遠ざけるべきことを教えているそうです。そしてこの猿の一生をもって人間の生涯を風刺した八面の彫刻が施されているということでございました。時間がたっぷりあれば一つ一つよく見てみると楽しいと思います。こちらは徳川家光公が柵を飛び越えているように見えると驚いたということで、飛び越えの獅子と呼ばれているそうです。
とか聞くとさ、わかりやすいんだろうね。そうだね。すごい。ギラギラしてる。はい、こちらが日光東照宮の陽明門でございます。お邪魔しますっていう感じだね。失礼します。すごい。竜がいる上。時間がないのでどんどんと進みまして、国宝眠り猫までたどり着きました。猫はボタンの花の下で安心して眠っています。徳川家康公が眠る奥社への入り口の門でございます。重要文化財になってるね。奥社へは将軍家のみ参拝した。門をくぐってからはひたすら石段があります。この石段は207段ありますので、結構しんどかったです。1時間で回りきれるのか。本当だよ。もう足がガクガクで。ガクガクだよね。人の一生は重荷を置いて遠き道を行くがごとし、急ぐべからず。ちょっとわかんないね。はい、家康公が将来の経験の中から身をもって示された尊い教えです。207段ありますが、も207段今登ってるところで、今まだ途中なんですが、うちょっとこれ小さくしそう。小さくしそう。しんどい。普段の運動不足が顕著に現れました。はい、こちらは徳川家康公のお墓の前でございます。さあ、皇居の方向いてんだよ。お墓のそばには樹齢600年を超える加納杉と呼ばれる杉の木がありました。不思議。この杉の木の上部が失われていることは誰もわからないことだそうです。願いが叶うんだ。これわらびじゃない？本当だ、可愛い。かわいいね。わらび食べてたよね。食べた？天ぷらにして。私は思いのほか足が元気です。若いからね。2歳、愛さんより若いので。若いからね。でも多分明日とかベッドから起き上がれない。起き上がれないね。でも家康公のパワーもあったかすごいパワースポットにいると思う。不思議なことにどの場所にいてもこう自然から守られているというような感覚がありました。こちらは魔除けのための逆さ柱ですね。12本の柱のうち右から2番目、こっちの左側の柱だけ文様がわざと逆になっています。完璧は魔が差すんだって。この後は薬師堂で泣き竜の鳴き声も聞いていきました。日光東照宮にはですね、強力なパワースポットがあるのを皆さんご存知でしょうか。このですね、私が今立っている場所から1、2、3歩目、この場所です。ここに立つと鳥居の中に陽明門がすっぽりと入るように見えます。この陽明門と鳥居は北極星の延長線上に設計されていまして、なんと宇宙とつながる場所に私は立っているということになります。北進の道の起点と呼ばれているそうなので、ぜひ皆さんも行かれた際はこの場所に立ってみてください。鳥が鳴き出したね。静寂に包まれてたのに、止まった瞬間に
猿さん、お猿さんまた来るね。またね。五重塔です。わー、すごいよ。こんなアングルで撮らせていただいてるというか、来ることができて本当よかったです日光版見ていただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン。グッドボタンもよろしくお願いしお願まいします。す。ではまた次回の動画でもお会いいたしましょう。バイ、ハッピー。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。栃木旅本当に楽しかったです。